オス日進月歩塩田正宏です。おっす先生、はい、結局のところなんですけども、合気道って関節技を問いましょうっていう競技ってことですよね。なんかね、はい関節を決めてるように見えますよね。はい、なんかこう痛い痛い痛いみたいな印象があるんですけど、はい、そういうことですよね。違うんですよ。はい、関節を決める武道ではないんですか？そうです。合気道は関節を決めて相手を痛める武道ではない。じゃあ、関節を決めてるように見えてるのは、あれは何をしてるんですか？結論から言うと、はい、こう例えば2箇条ってこういう形があるじゃないですか。で、確かに手首ちょっと曲がらない方向にやると、固まるところがあるんですよね。そこで本当に手首をグイッてやって痛めるのが合気道でやったら、これはもう本当に力の世界になってしまうので、固まるところを見つけたら、そのまま手首関節決めるんじゃなくて、相手の体に響かせて相手の体を崩すっていう。はあ、手首を決めているんじゃないんだ。そうですね、手段ですね。ここを通って体に響かせるためのものですね。体に響かせていく。はい。このやり方が、だから最初 YouTube とかの撮影でも手首決めてなんか痛い痛いって言ってるような、あれは合気道ではなくて、あの先なんですよね。みんなやっぱ黒帯になると手首を関節を痛めるような技は効かなくなってくるんですよ。なのでその後の体の使い方が相手が嫌がるような感じじゃなくて、そこにその合気道の秘密というか。それは本当に秘密ですね。そうですね。だから確かに最初見てたら、もちろん痛いですよ、最初はね。手首が出来上がってないですから。でも手首関節を決めてることを目的にしたら、それはもう力の世界になってしまいますよね。そういうことを上柴先生も塩田剛三先生も求めてないと。で、上柴先生は、手首のカスを取るって言って。手首のカス？そうです。カスを取るための、準備運動だっていうことですよね。そういう意味のカスってことですね。そうですね。で、塩田剛三もいつまでも手首を痛めてるようじゃ合気道は分かってないみたいなことも言ってるんで、手首を痛めるんだったらやっぱ握力を鍛えたりとか。筋肉の世界な感じしますよね。でもそこじゃないんですよ。はあ、確かヘビー級のリオさんですね。リオさん。はい。にもかかってましたもんね。かかってますけども、あれはね、手首が本当に弱いですから。逆にやっぱ、バンテージとか、こう巻いてると、あんま強くはならないと思いますね。逆にね、ヘビー級のチャンピオンの方ですから、そこ柔軟にした方がボクシング的にはいいんだとは思いますけども。なるほど。これまた別の意味で勉強になりました。はい。なるほど。手首を鍛えてる武道の人はもう最初から強かったりしますけど、極真空手の人は異常に手首強いですね。強い。なるほど、なるほど。極真空手やってるような手首の強い人に対しても、合気道は効果があるんですよっていう。そうですね。へー。ちょっとそれ見せていただいてもよろしいでしょうか。はい。やっていきましょう。お願いします。はい、ということで道場に移動してきました。相変わらず塩田合気道の宮原さんと藤井さんも一緒です。お願いします。お願いします。今日はね、手首を決めているんじゃない、体を決めているんだ。そうです。はい。というのをちょっとこう見せていただこうかなと思ってるんですけども。2人はこの場で何をやるかって聞かされて今初めて知るわけですから、はい、むちゃくちゃですよ本当に。もうちょっと打ち合わせした方がいいんじゃないですか。最初のうちは合気道、だってこういう形になるわけですから、手首を決めてるように思えるじゃないですか。握力でギューってやってこうやってやったら手首は痛いですけども、黒帯の人って効いてこないんですよ。手首が強いから。手首が強くなりますから。だからここはこうちょっと止まるところがあるんだったら、ここを手段として、肘も固まって肩も固まるようにするんです。ここを手段として、例えば今これ手首だけでちょっと緩めにしていいですよ。でこれ肘までしかいかない。今肘までしかいかない。肘まではいってるんですか？今これ肘まで。肘固まっている。でね、これ肩まで。今確かに体持ってかれましたもんね、宮原さんの。手首はそんな痛くないです。痛くないですか、宮原さん本当に。そうですね。衝撃はこっちに来ますね。膝に？そう、膝に来るんですね。どういうことですか？僕の手とね、相手の膝を見てみるといいけど、握力で握ってないんで、ここで姿勢をこう整える。膝に来てます。おお、膝に来てますよ本当に。膝が前に出てる。宮原さんどういうことですかこれ？それはわからないですけど、言葉で膝がこ
崩れていきますね。膝が崩れていく、だからここは塊を作るだけで、はい結局こっちに響かせてるから、ここも固まってるから、こうあとは膝に抜けていくっていう感じ。膝に効いてるってことですか？膝に、そうですね。どういうことですか？これ小手返しの方が分かりやすいかな。小手返しとかって、まあいろいろ少林寺とかでも小手返しってあるんですけども、よく聞きますよね。まあ、手首を曲がんない方向にこう、例えば、まあ、こういう方向ですか、これ痛いんですよ。手首だけ痛いじゃないですか。だからやむを得ず崩れるとか、まあ、そういう感じなんですけども、手首は曲がる方向に曲げるじゃないですか。で肘まで行って、で肩まで行く、ここまで響かせなきゃいけない。だからある人は肘までしか行かなかったりとか、手首しか行かないとか、まあ、これだって折ることはね、できるかもしれないですけども、でもね、ちゃんと肩まで行かないといけない。その肩まで何をして行ってるんですか、これは？何もしてないじゃあ何もしてない。これなんだろうな、握るとここだけになっちゃうんですよ。だから本当に握らないでなんか体を当ててるっていうだけ、自分のここから伝わってくるのを。なのでね、こう詰めてとか言うけども、本当は何も考えない、ただ向こう向けばも詰まってるんですよね。だから2箇条も今肩効いてないとかそういうことじゃなくて、自分の姿勢とすればもうこっちからちゃんと沈んでいく。膝が崩れるんですね。膝が崩れるんですよ。ちょっとね、逆に目野さん出演できます？ちょっと三原さんにこうかけると手首にしかこう効かないわけですよ、2箇条って。とりあえず思いっきりギューって握ってもいいから、今までのような形。やってますよ。力入ってますよ。やってます？力入ってます。全然どうにもならない。確かに三原さんの方がやっぱ強そうですもんね、手首が。手首に決めるのはよくならないから、じゃあそしたら決め方というか胴体の力を伝えればいいんですよね。なので手はまあ密着する方が伝わりやすいですよね。いろんな手があってもどれがどれか分かんないです。手はこう密着してなんかこう握る人はこう指だけで結構いっちゃってるから、今ここが空いてたんですよ。でも密着してる。なるほどなるほどなるほど。でも親指はちょっと立てた方が肘と肩が詰まりやすいっていう感じですよね。でね、これ肘もここ曲げると腕力になっちゃうから伸ばしておく。伸ばすんですね。でね、今日気づいたけど肩甲骨もね、ちょっとこう前に出して固めとくんですよ。こう前に出して、これだとちょっと肩甲骨で緩んで胴体とつながんなくなるから、ちょっと前に出しておく。で肘はちょっと内側にこう中心を寄せる。肘のこの出っ張りを内側に寄せる。なるほどですね。でちゃんと小指側が引っかかってればいい。この2本はどうでもいいですよ。人差し指と薬指。でこのまま伸ばしてますね。もう少し手を伸ばしていくとこう。ちょっとどうです三原さん？もうすごいですね。そんなにですか？だから固めて肘を下げたのが相手に響くような形。その技をかけてる人の感想としてはどうなんですか？かけたったっていう感じはあるんですか？全然ないんですね。力もいらないし。そう先生に言われた通りの形をして最後先生がポンってやったので、私は何もしてない実際はすごいな。人にもさせれるってすごいっすね。でもね、今サポートしたんですよ。必要なことがあって、ここの固定力がないといけないんですよ。小指と薬指の。そうですね。握力で握る固定力じゃなくて、こうしておけれる固定力はやっぱ必要だな。なるほど。だから今そこを抑えただけです。そしたらもうあとは女性の体もこう重さが乗れば、こことここがつながってるんですよ。こことここが。で胴体の力が乗るってことですね。別の技でも説明していきますね。合気道は関節を決めるんじゃないっていうのは、肘締めとか、ちょっとすみません、めくりますね。ほら曲がらない方向にやるから確かにこうやったら痛いですよね。でも例えばちょっと痛いのやりますね。これって肘だけ痛いですよね。これ肘を壊すやつなんですよ。力で力んでやってる。でも結局ここを手段にしてこっちを沈めればいいから、本当にこんなもん。これ柔らかい。痛くないんですか三原さん？これ痛くはないですけど、でも僕の体重乗ってるからどこまでも下げれる。もう動く。今握ってないから固定できてないけど、だからここの手がもう固定されてるから、今触れてるのはここだけで体重が乗せれるんですよね。みんなもうここが緩いくなっちゃってる。だから固まってたら別に、こっちの関節が曲がる方向でも、曲がる方向でもいけるんですか？いけますいけます。どういうことですか？
結局こっち崩せばいいですよ。だから関節を決めるやり方はここ肘を曲げるようなこんなやり方ですよ、でもそうじゃない、相手の体に響かせる。肩に効いてるんですか今宮原さん。はあ。そうでここは曲がりますからね。曲がりますから、肘締めの練習としてもここだとちょっと怖いから、この上あたりにするとより効きやすいかも。この相手の体とやっぱ近い部分、ここにで僕が今触れてる三頭筋二頭筋あたりに体重を乗せるという、触れてるところが優しい。はあ、もう耐えられないですか。耐えられないというか、動けないですね、はあ、重いですよ。なんかやり返そうって思わない、関節で決めたらやり返しますけど、踏ん張ってくるけども、そういう感じじゃないですよね。3回でもやりましょうか。だから強くなった人はここだけなんかこうやっても関節だけじゃないですか、手首だけ痛いっていう。ここだけ痛いですね、ちょっとね、こう肘肩までいかないといけない。いや痛そうですね。確かになんか決まってる感じしますね。手首は痛くないですか。こっちよりここだけより痛くない。おお、なるほど。だから握ってこれは痛いでしょ。痛い。手首が痛い。いや、手首じゃなくてここ押された時に、そこが痛いんですね。はい。でもね、こう握ってない。今は何？どこも痛くない。どこも痛くないの？本当に？だから片手に今触れてないし、触れてるけどもね。ちょっともう。だからそれをなんかこうやって手首で痛めてるように見えてるけども、本当にね。ほら一本にもうすごい。2本の方が手がある。もうすごいしんどそうですよね、藤井さん。もうガチンってなって。体全体にはね。で手首だとほら強く反発してる。全然平気そうですね。大丈夫ですね。だから体の移動で決めてくる。こんなに3か条の説明は今日はあんましないですけど、肩まで響くっていう。ああ、なるほど、わかりました。はい。他何かあります技？さっき三原さんとやったことのちょっと質問でもいいですか？肘締めですよね。どこから体重を乗せるんですか？ここ頑張ってここ押しますか？挟んでる時によくこうで体重挟むとか、先生の体重どうやって三原さんに乗せる？この下半身は安定して、だからよく言ってる体側。体側はここの位置を固定したままこうやる。でも相手低くしたいんだったらもっと歩幅広げて体側をすればいいだけ。そしたら胴体の力じゃないです。こっちでこうやることはしない。だからこんな感じでいいですよ。なんかこっから体側。こっからほら体側。うわ歩幅広げましたけど。思い出しました。ここだけトンってくるんじゃなくて、なんか全体にくるから、ここ私の手のこの重さは、全部の重さわーって波みたいにわーってくる感じです。こっちは楽です。ここは上のここの角度を変えない。自分の方に寄せる。先生は自分の方に寄せて寄せないです。これだけです。形を固定する感じですよね。そうですね。それだけで。でもこの形でね、相手が重かったらなんか自分がね上がってきちゃうから固定はされてるんでしょうね。だからそれは肩甲骨なのかなって。今のはちなみに藤井さんもできるんですか？固定そこまでできてるかどうかわからない。でもちょっとそこで解決していきましょうか。これは受けですね。はい。三原さんも右手だからさらに強いかもしれないですね。はい。体側。ここの圧が強いですね。全然違いますね。何が強い？でも当たってます？っていうか、ここにダイレクトに力がこう加わってくるっていう印象ですね。ダイレクト。どこから直せばいいですか？先生、これはここをね、いやでもね、ちょっと高くしてあげた方がいいです。ここでじゃあちょっと下からで、ここを柔らかくしなきゃいけない。筋肉を働かせてため。でここを楽にしてますよね。ここからいくと1点しかで、この骨盤置いといて、この横にこうっていう力になっちゃう。あとはここが動いちゃってますから、右足ちゃんとつけて、小指側からはちゃんとつけて、ここからこう流していきましょうか。こういう感じ。おー、すごい。ここが揺れちゃってるんですよね。お
藤井さんの笑顔が怖いですね。もうこれ笑顔でガチャガチャ決めてるから。こっちの力を抜くのはすごく難しい。難しいです。力みたくなるんですよ。なんか人間が一番力が働きやすいところ、二頭筋三頭筋なんですよ。ここですよね。だから本当にふわっていう感じで持って抽象的な言葉ですいません、でも本当にふわって形でいつでも相手逃げれますよっていう感じで持たなきゃいけない。技をかけるときにこう結構ギュッてして相手逃げれないようにしてこう決めるのは、それは効かないんですよ。ふわってしてあれなんかされるのかなって思う感じが理想なんですよね。で逆関節決まってなくても固まってたらここにすぐダイレクトに来ますからっていう感じですね。なので、関節を決めてるようで、本当は決めてないように持っていくのが合気道、そこを手段としてこっちに響かせる。だから膝からなんか来るような感じとかがやっぱ目指すところで、それができたら確かに痛いようにもできますから、それは合気道じゃない世界でやってください。なるほどなるほど。合気道はもうみんな老若男女できるものですから、関節で決めるものでできて喜んでいるような場所じゃない。ああ素晴らしい。かっこよく決まりましたね。かっこよく決まりました。ようやく頭回ってきましたけどなんで回ってなかったんですか。素晴らしいでございます。これ分かりづらいと思うんで、ぜひ皆さん合気道行ってほしいですよね。そうですね。実際にね味わっていただいて、ということで合気道は関節を決めているんじゃない、体を決めているんだでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。